相当研究したんですね。ずっとこう、ね、もうお寿司のことばっかり考えてましたね。東京にいる感じ。あ、そうなんですか。いや、そんなん銀座じゃん。いやいや、褒め上手ですね。いや、本当に。なんか東京にいる感じです。あ、そうですか。ありがとうございます。もう東京再現してまやっす。ぱそうですね。はい。こっちの方ですよね。はい、そうです。ね。なんか入ってきた瞬間のいらっしゃいましもう。そう東京で学んでまいりました。はい。清水さんに。清水さん。はい。新橋の清水さん。はい。何回も伺わせていただいて、はい、いろいろ勉強させていただきました。すごいですね、清水さん、崎田さん。崎田さんは豊洲市場でお会いして、初めてお声掛けさせていただいて、はい、ちょっと下系、お姉さんから。あ、下系さんも、はい。すごいですね、もう。はい。そうたるメンツだ。魚は基本的には豊洲市場から仕入れておりまして、はい。そこで今皆さんちょっと魚屋さんにご紹介していただいたりして、はい。一品目、北海道産のボタンエビの黄身醤油がけでございます。エビ食べられた後、シャリ入れさせていただきますので、はい、黄身醤油絡めて召し上がっていただきます。めちゃめちゃ高そうですね、これ。オールドバカラのこちら本日使用させていただきますね。じゃ北海道産の毛ガニ、北海道のホッキ貝、じゃ山口県産の車エビになります。なんかカニ屋さんやられてたんですか？もともとはいカニ料理、はい、専門でやっておりまして、山陰の方からタグ付きのカニ仕入れて飲み消す置いてやっておりまして、はい。美味しい。ありがとうございます。なんか東京みたいな。カニ屋が一応31の頃から、はい、9年ぐらい前からですね、はい、やり始めまして、そのお店やるときにもう寿司やりたかったんですよ、一緒にね、はい。でもそこまでちょっと追いつかなかったんで、そこからもういろいろお寿司、江戸前寿司はやっぱ東京っていうのをそこで知ったんで、のりお願い。はい。最初に行った時にその江戸前寿司っていうのを食べてすごく感動したんで、そこにね、その江戸前寿司をこの大阪でやりたいなとその時に、はい、思いまして、そこからずっともう東京に豊洲市場に通って、でお魚屋さんにこう大将紹介していただいたり、はい、親方紹介していただいたりして食べに行かせていただけるようになりまして、はい。全部一緒ですよね。全部一緒です。柄は一緒です。はい。フランスねクリストフズっていう、はい、銀食器メーカーの作るんですけど、すごいですね。はい、上には地のりのしておりまして、はい、すごい香りいいんで一緒によろしければ。だいぶシャリも。東京に、はい、もう砂糖一切使っておりませんので。ああ、いいですね。すごくほぐれのいい、はい。いいです。滋賀のね、コシヒカリ使用してるんですけども、すごくね、甘く周りが硬くて、はい、しっかり口ほどけが良くて。やっぱ江戸前寿司、でも大阪の方どうですかね。最初はびっくりしますよね、その甘くないシャリとかっていうのも。そうですね、やっぱり、はい、びっくりされる方ももちろん中にはおられますね。可愛いお店です。オランダ焼きと言いまして、実はこれ、こちら穴子です。あ、こちら穴子なんだ。はい。あ、すごい。穴子今日すごくいいの入れたんで、はい。もう焼き霜作りにしておりますので、皮目をね、炭で軽くパーッと炙ってますので。うん。美味しい。ありがとうございます。すごいですね。もともと甘みあるんですけどね、少し塩つけることによってね、すごく相乗効果で、もうわさびとの相性もすごくいいですしね。最高です。はい。失礼します。じゃあ先ほどホッキ貝の干物の串焼きでございます。体さんでございます。はい。マグロは東京の山行さんから仕入れさせていただいております。北の方にはちょっとゆかりがなくてね、的にここの真ん中ら辺で結構視野広げて物件探してた時にたまたまここ空いて調べておりましたら、ね、結構静かで、雰囲気も良かった。そうですね。すごく上品な街だなと思いましてね。明石のタコのうま煮でございます。
普段って大阪弁なんですか、その接客とか。あ、全然接客は大阪弁です。いつも通りでいいです。全然いいです。なんかちょっとかしこまると多少パス標準語が入っちゃうんでぎこちないですよね。いや、なんかちょっと気使ってくれてんだろうなっていうのが伝わるから。すごい器ですね。ありがとうございます。英楽焼き。こういうことか。トロトロ。ありがとうございます。ありがとうございます。気合い入ってますね。はい。山雪のマグロを扱うってきっかけはどういうふうにすればいいんですか。もう最初はもう飛び込みで、あ、はい。もうその山行さんっていうのだけ知ってたんで、でまあ店の前うろちょろしてたら、その当時なんかその社長の奥さんがはいはいまして、関西はい。奥さんがなんか僕のこと見かねて声かけてくれて。どうしたら僕ぐらいのノリでいやちょっと実はちょっとマグロをちょっと仕入れてみたくてっていうことで、でもう快くそれで社長紹介していただいてそれで入らせていただきました。あ、そうですか。はい。サンライズのジュレと一緒によろしければ、はい。この器も重いですね。あ、そうです。そちらねギアマンキリコと言いまして、はい。で、お皿にいっぱい1個かけるの。とんでもないですね。ありがとうございます。気合い入ってますね。ガリ2種類なんですね。はい、ガリ2種類です。今新生姜もねあるんで、そっちの角刈りが新生姜でやらせていただきます。どっちも甘めの。少し甘めにしております。なんで朝日なんですか。朝日の由来はですね、実はその豊洲市場のお魚屋さんが朝日水産というお魚屋さんございます。はい。あそこを紹介していただいて、はい、そこですごくねいろいろお世話になっておりまして、はい。すごく思い入れあったんで、そこから朝日を頂戴して、はい、ひらがなに変えて店の店名としましたね。それでは握り入らせていただきます。よろしくお願いします。淡路のキスでございます。軽く昆布締めにしておりますね。見た目は白のシャリなんですけど、赤酢も少し入れてます。はい。香り付けに。香り付けに、はい、そうですね。ありがとうございます。油バッチリですね。あ、バッチリです。ありがとうございます。甘い。ありがとうございます。食感も良いですね。いいですね。噛めば噛むほど甘み出てくるんで、沖縄は。握りとか練習した期間は期間はもう8年前ぐらいからですね。はい。カニ屋さんやりながら、カニ屋さんやりながら、豊洲市場行ったり、こう食べに行かせていただいたりして、どっかでなんか修行とかっていうのは入ってはないです。すごいですね。お店には入ってはないです。はい。ちょっと裏方でちょっとお店の中見せていただいたりとかは、はい、何件かさせていただいたんですけど、はい。仕事してお店に入ったわけではないです。あ、そうです。はい。ほぼ独学みたいな感じ。ほぼ独学、まあ聞こえはいいですけど、はい。もういろんなもう市場で親方たちにいろいろ質問ばっかりして、はい。意外と親切な。あ、そうですか。僕ら大阪のに、まあこんな言い方したら失礼なんですけど、東京の方はすごくちょっとクールな、冷たいんじゃないかみたいな。クールな感じのイメージやったんですけどね。もう全然変わりました。東京の人優しいですね。優しいです。本当に優しいです。びっくりしました本当に。夏場はどうしてもカナダボストンに頼らないといけない時期が。じゃあ長崎の白イカでございます。これはもう塩とすだちでやっております。
綺麗ですね。外側の硬い部分を外して内側の柔らかい部分だけで細かく刻んで握らせていただいております。いいですね。甘くなってきますね。イカも米も。そうですね。はい。どんどん美味しいです。ありがとうございます。美味しいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただくのもいいんですけど、こう噛んで旨味をこう感じていただくのもね、僕好きなんで、できるだけ包丁は入れたくないんですね。いやもう裏に見えなく入れるのはしょうがないけど、自信ないのかなと思っちゃうんですよ。はいはいはいなんかいいですね。ありがとうございます。大阪の人小肌どうなんですか？小肌はおそらく僕東京行って食べてた小肌がキュッとするような小肌がやっぱね、もともとの締め方やと思うんですけどね、そこまでちょっとしすぎると大阪の方にはちょっときついかなと、少し周りだけしっかり筋目して、この中の部分だけ少しねフレッシュさを残して、臭く感じてほしくないって、緩くは締めたくないんですよ。なんでもう周りだけガチッと締めてっていう形で、今はやらせてもらってます。すごくいい感じでした。ありがとうございます。油もいい感じの。今もう宮津ですごくね、油もまた戻ってきましたんで、小肌って大阪の人もともとは食べないです。小肌って呼び方もしないですね。そうですね。この白この白って言ってもう一つくくりにしてますね。東京の感じです。ありがとうございます。そこを目指してきたんで。すごいですね。例えば東京から転勤してきたね、大阪にいる人とか、いいんじゃないですか。何人か来ていただいて、もともと東京おられた方ですごくお寿司はもう褒めていただきました。味噌付きがこちらです。じゃあ、相当研究したんですね。ずっともうお寿司のことばっかり考えてましたね。じゃないとそんなできないですよ。あとはその東京のお優しい親方たちのアドバイスのおかげで。すごい。この味噌美味しいですね。ありがとうございます。味噌も北海道利尻のバフン煮です。はい。ありがとうございます。いやこのウニは食べて美味しかったんですけど、利尻の大牧場。そうですよね。食べてがっかりするウニもあるので。そうですね。もうそれだけやっぱ出したくない。一個がその高級ってなると命取りになるというか。そうですね。そのいい印象がその一個の悪い印象で覆ってしまうっていう。そうですよね。やっぱり高いお金を取るということもね、なんかリスクもリスクですけど。アナゴライ。煮アナゴです。ふわふわですね。ありがとうございます。ありがとうございます。アナゴの仕入れが一番苦労してます。ですよね。もう東京の方にはやっぱ勝てないんで、もうそこをなんとか少しでもって言いながら。炙ったんですか？はい、ねです。あります。
しの海苔もいいですね。ありがとうございます。じゃあ海苔、有明の海苔を使っておりますね。すごいこれ。はい。じゃあしじみ汁でございます。しじみの味噌汁でございます。しじみをもうこれでもかっていうぐらい使ってます。二日酔いには良さそうですね。いやもうすごいですね。ありがとうございます。すごいの来た。あじゃあ今日2種類お出しします。じゃあカステラ風とこちらプリン風でございます。めちゃめちゃ手間かかってますね。やらせております。できればこちらのカステラ風からお召し上がりください。小麦粉も一切使っておりません。はい。炭火で焼き上げております。めっちゃ時間かかりますよねあれ。めっちゃ時間かかります。はい。うちは若い子がもう焼けるようになったんで、はい。もう毎日彼が朝から頑張って練習してます。すごいですね。20歳の。でもこれ両方出てきたらすごく嬉しいです。ありがとうございます。やった甲斐が。毎日焼いてる甲斐があります。ですよこれ。いや本当にアドバイスとかもどんどんいただけたら。アドバイスないです。本当ないですよ。ないです。でも何にも気になることなかったですよ。はい。いや東京にいる感じ。あ、そうなんですか。いやそんな銀座じゃんと思って。いや褒め上手で。いや本当に大阪の人がここに来て、はい。本当に東京の寿司を食べられる。まあ大阪頑張ります。なんかほら余計なことしてないじゃないですか。あ、そうですね。そこは気にしてます。そうなんですよ。それは一切ないはいのがちょっと粋に通じるところってあるじゃないですか。はい。そうちょっとサービス精神で過剰にやると、なんかそれは粋じゃなかったですよね。東京ですると。難しいラインですよね。難しいんですよね。そうですよね。難しいですよね。ただこう見た目にこう特にこう派手さがないといえばないんで。映えない寿司の方が僕は好きです。ありがとうございます。なんかちょっと心強いそうね、なんかもうちょっと不安な部分もあったんで、それでこそ頭もそうなんですよね。そうですよね。はい、気合い入れてみんなで沿って毎日沿ってます。もうやろうばっかりなんですけど。なんか和やかでいいですね。ありがとうございます。そうか絶対。なんか怖い時あるんで。顔だけは緩く。そう。締める時は締めて。やっぱそこは大阪の方のなんか飽きないのもます。大将すごかったです。緊張感。あれと思って自分でもめちゃめちゃ心配になってて。回れへんぐらい。もうちょっと喋れますんでいつも。そうですね。はい、もうちょっと大阪らしく。